皆さん、こんにちは。ジャパンキャンピングカーショーでは、デュカトベースの国産バンコンが多数各ビルダーから発表されました。日本のビルダーが日本の使用環境に合わせて製作したモデルです。そこで、今回は欧州から輸入されているデュカトベースのバンコンと国産モデルを比較してみたいと思います。国産モデルは、最も欧州モデルにコンセプトが近いトイファクトリーのダヴィンチを選びました。現在、欧州から輸入されているデュカトベースのバンコンは、スロベニアに拠点を置き、デルタリンクが輸入するアドリアのツインシリーズ、イタリアに拠点を置くビルダーで、富士カーズジャパンが輸入するローラーチームのリビングストーンシリーズ、アドリアのセカンドブランドでデルタリンクが輸入するサンリビングの V シリーズ、デスレフのセカンドブランドでドイツに拠点を置き、東和モーターズ販売が輸入するサンライトのクリフシリーズがあります。今回は輸入モデルの代表としてアドリアのツインスプリーム 600SPB-GB を選択しました。ではまず外観を見てみましょう。このツインスプリーム 600SPB-GB は左側にエントランスがあるのが特徴ですが、多くの輸入モデルは右側にエントランスがあります。右側にエントランスがあると道路側に降りることになるので注意が必要です。ダヴィンチは国産モデルですので当然左側エントランスです。ダヴィンチは全長 5410mm のダヴィンチ 5.4 と全長 5995mm のダヴィンチ 6.0 があります。ツインスプリームには全長 5998mm のツイン600と全長 6363mm のツイン640があります。また、ツインプラスには全長 5413mm のツイン540もあります。窓はどちらもアクリル二重窓を標準装備し、高い断熱性を確保しています。ダヴィンチにはオプションでポップアップルーフが仮装できます。ツインはツインスポーツというモデルにポップアップルーフが標準装備されます。レイアウトはダヴィンチは1種類のみですが、ツインスプリームでは5種類、ツインプラスでは2種類から選択できます。デュカトは標準で運転席と助手席が反転して後ろ向きになります。そして2列目の前向きシートと向き合って対面ダイネットになるのが一般的です。ダヴィンチも同様で運転席と助手席が回転して対座ダイネットになります。ツインではダイネットの上に大きなサンルーフがあるのが特徴です。特にスプリームでは前方にも大きなサンルーフが標準装備されます。中央左側にはギャレーがあります。どちらも2口コンロが標準装備されていますので、車内で調理する場合大変便利です。大きな引き出し収納も備えられていますので、食器や調理用具を収納しておけます。さらに上部にも大きなオーバーヘッド収納が用意されていますので、機能的に収納できます。ギャレーキャビネットの横には冷蔵庫が配置され、ツインでは横開き式の84リッター、ダヴィンチでは左右両開きの75リッターが標準装備されます。ギャレーの対面にはサニタリールームがあり、カセットトイレや専用の手洗いが備えられています。欧州車のサニタリールームには温水シャワーも標準で装備されているのが一般的です。ダヴィンチのサニタリールームもおしゃれで洗練されたデザインになっており、カセットトイレや専用の手洗いのほか、温水シャワーも標準装備されます。なお、ツインでは仕切りを移動することにより、トイレルームからシャワールームに即座に切り替えることができ、トイレが濡れてしまうことはありません。最後部には横置きダブルベッドが設置されており、ツインスプリーム 600SPB-GB では長さ 1960mm、幅 1450mm のベッドサイズです。ダヴィンチ 6.0 では長さ 1950mm、幅 1270mm、最大幅 1560mm の大きさです。また、オプションのポップアップルーフでも大人が2名就寝できます。収納はダイネットの上とベッドルームにオーバーヘッド収納が設置されていますので、多くの荷物を収納することができます。また、ベッドの下は大きな収納スペースになっています。
両側にも扉付きの収納が用意されています。空調は、ダヴィンチはルーフエアコンがオプションで設置できます。また、リチウムイオンバッテリーもオプションで設定されています。ツインでも、ルーフエアコンとリチウムイオンバッテリーがオプションで用意されており、ボイラー兼ヒーターが標準装備されます。最後に、ツインのインテリアは比較的明るいトーンになっていますが、ダヴィンチではシックなインテリアを採用しています。なお、ダヴィンチもツインも2名での使用が想定されており、ファミリーで使用する場合はポップアップルーフが必要ですが、リビングストン5のように後部が2名ずつの2段ベッドになっており、4名が前向き乗車、就寝できるモデルもあります。いかがでしたか？いよいよ、デュカトベースの国産モデルが登場しました。今回取り上げたトイファクトリーのダヴィンチは、欧州車に似たレイアウトですが、ダヴィンチの他にも多くのユニークなレイアウトが各社から発表されました。これからも日本のユーザーに向けた新しいレイアウトが多数発表されるでしょう。ダヴィンチの主な仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。さらに詳しいレビュー記事はキャンピングカーファンのウェブサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。